ご視聴ありがとうございます。ブニーです。天井のシミ。水分を測定したところ、シミの部分が高い結果に、天井を撤去しようとしたら、石膏ボードでした。作業を中断し、アスベスト検査を依頼しました。今回は続きから。アスベスト装備、買ってみた。調査結果が出ました。結果、天井の石膏ボードにアスベストは含まれていませんでした。アスベスト含有が確認された場合、DIY での撤去はできません。法律により、専門業者による処理が必要です。正確には、2022年4月の法改正で、必要な届け出、資格、飛散防止措置が義務化されたことにより、個人 DIY での対応が事実上、ほぼ不可能になっています。アスベスト含有の建材は、原則、専門業者が対応すべきものと、行政指導されています。そのため、アスベスト含有ありの場合、費用が高額に。調査結果を聞いて、ほんとホッとしました。とはいえ、粉塵が体に良いことはないので、今後のことも踏まえ、装備を購入しました。まずは、防塵マスクから。3M6000F2091RL3M 国家検定 RL3 合格品です。アスベスト作業レベルは3段階に分類されています。レベル1は吹き付けアスベストなど最も飛散性が高く厳重な管理が必要。レベル2は保温材、断熱材など中程度の飛散リスク。レベル3は石膏ボードやスレートなど成形された製品で飛散リスクは低め。木造住宅では多くの場合このレベル3に該当します。もちろん RL3 合格品はレベル3の作業で使用できます。フィルターを左右に装着するデュアルタイプなので、呼吸が楽で長時間の作業も快適とのこと。レビューでの評価も良かったので購入しました。Amazon で18,700円でした。付属の取説。装着方法。フィルターは取り替え式。交換も簡単そうです。4箇所で締め付けるようです。チェックツールは買ってないので、陽圧砲を使ってみます。装着してみます。最初にすべてのゴムを緩めておくと、かむりやすくなります。
下側を締めます。上側も陽圧砲でチェック。排気弁を手で塞ぎ、息を吹き込みます。空気が漏れなければ OK。フィットチェックは、陽圧砲、陰圧砲があります。今回のは、息を吐く陽圧砲。アスベスト環境下で使う場合は、チェックツールを。視界も思ったより良好。外すときは、ゴムを緩めるだけ。息苦しさも感じませんでした。お次は、防護服。こちらも 3M の製品。Amazon で500円くらいでした。厚生労働省のウェブサイトで保護具について記載されていました。マスクについてと、保護衣についても、基本、アスベスト作業下では保護衣は使い捨てです。全身を覆える服。シューズカバー。手袋。サイズは L にしました。アスベスト環境で作業するわけではないですが、埃を大量に浴びる作業もあるので、装着してみます。触った感じは丈夫な紙みたい。実際のアスベスト環境下では、エアーシャワーや脱ぎ方、順番など、ほんと大変な作業なんだと痛感しました。ただ、アスベストも当時は奇跡の鉱物と言われていたわけで、他の建材だって 100% 安心とは思えないですよね。可能な範囲で備えたいです。こんな感じかな。サイズ感も通常サイズで OK かな。思ったより動きやすい。シューズカバーも10足入りで1780円でした。ここまで来たら完全装備で、ののりで、作りはしっかりしていると思います。ずれる感じはないです。手袋は粉塵を通さないニトリル手袋をチョイス。Amazon で1000円くらいでした。50枚入りで食品衛生法適合品なのでいろいろ使えそうです。薄手なので作業内容によっては厚手のゴム手袋の方が良いかもです。
私の場合は、この上に軍手をつけて使用したいと思います。フル装備、完了。アスベスト環境下では、隙間をテープで塞ぐそうです。マスクと防護服の隙間も。次回、実際にこの装備で天井の撤去をしてみます。特にマスク、想像以上でした。詳細は次回。いよいよ天井撤去です。次回に続きます。登場したアイテムは概要欄、ブログでも紹介しています。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。